いらっしゃいませ。ヴィンテージデニムアドバイザー、藤原です。今回は古いモデルになるんですが、またちょっとすごいモデルが、入荷してきたので、またご紹介させていただこうかなと思います。1937年モデルになります。通称の呼び名としてもバックルバック、こういう形で後ろにベルトがついております。シンチバックという言い方と、あとはバックルバック、この両方とも同じ、意味をするんですが、ちょうど1937年から、41年、いわゆるこの次が、対戦モデルというモデルになるんですが、その一つ前のモデルですね。もうこちら見ていただくと状態かなりいい状態です。カーパッチの状況とあと他を見てもおそらく水は通ってないんではないかというぐらいの状態です。ちょっと少し履いてる感じはあるんですが、まだのりも残ってますし、バックルはこれ針になってるんですけど、刺した跡もあります。少し擦れた跡、この辺も擦れた跡はあるんですが、この裾の感じだったりのりの感じは、デッドストックとは言わないんですが、水通してないんじゃないかと思われます。この1937年モデルの特徴としましては、後ろのバックルバック、あと、このモデルから赤タブがつく、このリーバイスのいわゆる特許の赤タブですね。初めてついたものはこれ片面タブなんですが、37年モデルから、特許が取られてこの赤タブがつきます。あと皆さん、見慣れたこのアーキュエイトに関しても、少しこのラウンドの感じと、あとここに、今まで紹介させていただいた年代とは違うこのひし形のステッチが入っていません。これはこの当時の特徴ですね。あとはこの年代までという言い方になるんですが、ここの下に、マタリベットってついてます。この次の対戦モデルから、なくなる。あとはよく解説の中でですね、このリベットが、なぜなくなったか、ジーパンを履いて焚き火をしてた、その際にたまたまここに触れてしまった時にこのリベットが熱くなっててやけどをした、そういったこともあったりとかで、省略されたという説もあります。この501の本にも、バックルバック、この37年モデルに関しては、何本か、載っております。この年代ももちろんですけど、デニムの色落ち含めてこの色の濃い感じですね。あと分かりやすいのはこのバックルバックがついてるということで、対戦モデルに入る時にこれが省略される形になるんですが、それまでのモデルに関してはこのバックルバックがついてる、これが一つの特徴です。隠しリベットとか言われるこの後ろのリベットですね。こちらも、この後のモデルより違う形でべちゃっと思いっきり叩いてる、この前のですね、この白いスレキの部分のリベットと同じリベットが使われています。これは37年モデルバックルバックの頃の隠しリベットの一つの特徴で、あとはこちらのマタリベットが打ってあるそのさらに下ですね、このクロスした部分、この年代からという言い方になるので見てほしいんですが、今このモデルに関しては缶抜きが入っておりません。37年から41年までの、いわゆるディティールの中で、ちょうど1940年代入った頃からここに缶抜きが入ると、なのでパッと見た時にここに缶抜きが入ってないな、イコールで30年代のモデルだなっていうふうに見ていただいていいと思います。あとこちらに関してはちょっとレザーパッチに、通常の 501WX と普通に表記してあるんですが、一応この37年モデルの本当に初期の頃ですね、1937年っていうちょっと断定してもいいかなというその年の最初に 501WXC というモデルがあります。その C というのも僕もリーバイスの
本社のですねアーカイブの方に確認を取らせていただいた際に、当時僕らはもう、何の C だ何の C だという話で盛り上がった時期があったんですが、カッパーとかの C なのかとかいろいろと、古着談義で盛り上がった時期があったんですが、リーバイスの本社の方から回答が来た時には、コンシールドリベットという意味の C だと。コンシールドリベットというのは、この後ろのポケットのもともと外側にリベットがついてたのが内側に、通称隠しリベットという日本語の言い方ですね。隠しリベットになったコンシールドリベットの中に入りましたよっていう一つ意味の、C と。本当に初期の頃の37年の初期の頃にしか、おそらくその C という文字はついてないと思います。本当に僕も今まで20年近くやってきて、本当実物として3本ぐらいしか僕もちゃんとした C という文字を見たことがないので、実はこの本には2本ほどその 501WXC という表記が見えるものが載っております。あとはこの間の片面の年代はオールイエローステッチっていうのが多いですと言ったんですが、古いモデルは古いモデルで、全部黄色かというと逆なんですね。この頃の37年モデルあたりは特にこのオレンジステッチが多いです。ほぼほぼオレンジステッチ使ってます。だいたい黄色使ってるのが少ないと自分も思います。もちろん色落ちしていくと多少色のステッチの薄くなった変化はあると思うんですが、このモデルの一つ特徴かなと。あとは僕もよく年代判別の時に言うんですが、この頃のリベットですね。リベットの文字がLS&CO と入ってる中で LS&CO の O が小さいんです。拡大してみるとすごい分かるんですが、それがいわゆるこの一つこの年代を見る時の特徴になります。CO の O の下にアンダーバーも入ってるとか、そういったのも、この年代ならではの、なので37年から41年、あとはこのバックルバックの金具だったりとかします。このシンチバックと言われるこの金具がこのシルバーというのが一つ、これも特徴です。でちょうどですね40年代入る、第二次世界大戦モデルに入る直前になると、ここの金具が黒のラッカー、黒いシンチバック金具ですねを使ってるモデルとかも出てくるので、だいたいこの、細かいですが37年から41年のちょっと年代を判別する際に、このシルバーであれば30年代かなと。ちょうど黒いラッカーに変わったあたりから、やはり41年あたりだなっていうのが、一つ判別できるかなと。ですね、あとこの年代の一つちょっと特徴なんですが、このサイドステッチが、長いでよく見ていただくと、こっちのステッチとこっちのステッチの、ピッチ幅っていう言い方でいいんですけど、幅が違います。これをですねよく見ると、内側を見るとこれ分かるんですが、こちらの太いステッチに関しては内側がよいしょシングルステッチです。でこちら側のこの左側の細いピッチの方を裏返すとチェーンステッチを使ってます。これもこの年代の、いわゆる特徴ですね。右側が太いピッチのステッチでシングルステッチ、こちらは細いピッチの裏がチェーンステッチというのが、こちらとこちらが違うというのが、またこの年代の特徴ですね。で一応こちらですね、もうこの状態、パッチ表記33の34です。もう本当にいわゆるゴールデンサイズですね。ヴィンテージジーンズを今まで見てきた中でもこのサイズ表記というのが一番、売れ線であり、どのサイズよりも少ないのかなと。実寸なんですが、ウエストが32でから、レングスが33あるので、これも本当いわゆるデッドストックの状態から少し履いてますし、
多分湿気縮みというぐらいの程度で、まあ、このゴールデンサイズなので、こちらのジーンズお値段が250万に消費税になります。もうどんどんこれぐらいのいいコンディションのバックルバッグなどは少なくなっていってるので、ましてやこのサイズ表記、なかなか出会えないと思います。これが一応僕の持ってるコレクションの中で自分個人的にナンバーワンの T シャツ、正直結構珍しいと思います。僕もずっと本当探してる一つなんですけど、これが見つけましたって教えてくれる人がいたら嬉しいです。